バラ畑のブルーフォーユーも見頃になってきていました。お花を近づけるとかすかにいい香りです。虫がいっぱい飛んできています。お隣のサハラはまだまだこれからなので、どうかな、今年タイミング間に合うといいんだけど、どうでしょう。今さっきアナグマがものすごい勢いで横を通っていって怖かったです。クマも歩き回ってるので、不要不急の外出は控えてくださいとのことでした。はい、こちらは川本純子先生のローズコロナです。お花を近づけましても香りはあまりよくわかりません。トゲもきついですし、とってもワイルドな感じのバラです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。割とお花持ちすると思いますし、綺麗だと思うのですが、今回この子も灰色カビ病ですね。でも綺麗です。はい、こちらはミッドナイトブルーです。我が家のバラの中で一番黒紫なバラです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますとかすかに香りがあるのかなといった感じです。お色が本当にかっこいいですね。はい、こちらはロサオリエンティスのロマンティックチュチュです。コロコロとしたお花が可愛いですね。お花を近づけますと、なぜかブルー系の香りを今は感じるのですが、ブルーの要素もあるんでしょうか。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。つぼみもたくさんありますし、まだまだこれから楽しめそうですね。ロマンティックチュチュ満開になりました。最初にご紹介した時から5日間ずっと綺麗に咲いています。はい、こちらは大好きなオールドローズのペネロペです。春がとっても似合うバラだと思います。お花を近づけますとうっすらとスパイスの香りを感じるようです。全体像としてはこんな感じです。この子は春の間にもう一度ぐらい返り咲いてくれます。
シンプルですが幸せな気持ちにさせてくれるバラだと思います。はい、こちらはプリンセスシビル・ドゥ・ルクセンブルクです。とっても優しいいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。花枝が長くブーケのように咲くバラですね。お花持ちはあまり良くないようです。お花を近づけますと、ブルー系ですが優しい香りがすると思います。はい、こちらは香りも色も大好きなアウグスタルイーゼです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと大好きなティーの香りがしています。この子はもう一鉢持っているので、この後またご紹介できると思います。はい、こちらはアンヌマリード・モントラベルです。小さい小花がたくさん咲いてくれるバラです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子もまだまだつぼみたくさんですね。お花を近づけましても香りはわかりませんが、割と長く楽しめて使い勝手のいい集計バラだと思います。アンヌマリード・モントラベルも満開です。風で花びらがひらひらと散っていっています。最初にご紹介してから5日間ずっときれいに咲いてくれました。はい、こちらはスグニール・ドゥ・ドクター・ジャーメインです。オールドローズです。この子は毎年唾液のノイバラが生えてきてしまうので、春だけのお花なのでもういいかなと思って一緒に咲かせてしまっています。ノイバラもナチュラルで可愛いので私は大好きなんですよね。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますとうっすらとですがダマスクのいい香りがしています。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。微妙に茶系のバラができたような気がします。この子はお母さんがアプリコットドリフトで、お父さんがハイディクルムローズです。茶系の要素が出てきてびっくりしています。お花を近づけますとうっすらとティーの香りがしているようです。夕方で気温が下がってきていてお花が閉じてきてしまっていますね。つぼみも割とたくさん上がってきてくれています。全体像としてはこんな感じです。4号ポットです。この子は去年は小さすぎて咲かせられず、今年初めてお花が見れた子です。はい、翌日です。お花が十分に開いていましたので再度撮影しています。
はい、この子は2019年に交配した私のオリジナルのバラです。今年初めてお花が見れました。残念なことにこの子は両親がわからなくなってしまっています。お花を近づけますと、本当にかすかに香りがあるかなってわかるぐらいです。全体像としてはこんな感じです。お色も含めて雰囲気ありますね。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。